普段、誰かにすごく大切なメッセージを送るときってどうしますか？まあそうですね。封筒に入れてしっかり糊付けをしてからポストに入れますよね。はい、ですよね。中身が誰にも見えないようになってるって私たち無意識に信じてるじゃないですか。当たり前のようにそう思ってますね。でも、もし自分が送る個人的なメッセージとか、クレジットカード番号みたいな大事な情報が、すべて宛先も内容もデカデカと書かれたハガキの状態で送られているとしたらどうでしょう？それは想像するだけで恐ろしい状況ですね。そうなんですよ。しかも、見ず知らずの人たちが大勢いる広場を、これあっちの人に回してって手渡しでリレー形式に運ばれていくとしたら。いやー、絶対に嫌ですね。途中で誰が読んでるかコピーしてるか、最悪の場合別の言葉に書き換えられてるか全くわからないですから。ですよね。でも、私たちが毎日スマホとかパソコンで何気なく使っているインターネット、特にカフェとか空港にある無料の公共 Wi-Fi の世界では、実はこれと全く同じことが起きているんです。ねえ、本当にその通りなんですよ。そこで、今回の深掘りでは、この丸見えのハガキ状態から、私たちのデジタル生活を守る強固な盾であり、同時に世界中どこにいても自分の部屋につながる魔法の扉、VPN の本当の姿を解き明かしていきたいと思います。非常に重要なテーマですね。はい。今回の私たちのミッションは、IT 用語の迷宮から抜け出して、この VPN という技術の仕組みを、全くの未経験者であるリスナーのあなたにも、優しく教会にお伝えすることです。専門用語はできるだけ避けていきましょう。はい。そして、今回の探求のために、たくさんの素晴らしいソースを用意しました。世界最高峰のセキュリティ企業であるカスペルスキーや ESET の解説、それからインフラ大手のヤマハや NTT 東日本の専門的な見解ですね。どれも非常に信頼できる情報源です。さらに、初心者向けの秀逸な解説を提供しているミキヤスさんやミキちゃんといった YouTube 動画の数々も参考にしています。あのあたりの動画は例え話が本当にわかりやすいんですよね。そうなんです。リスナーのあなたも外出先でスマホをいじるならこれだけは知っておいて損はありませんから、ぜひ最後までお付き合いください。VPN はセキュリティの専門家たちがこぞって必須の防具と呼ぶ技術ですからね。なんですけど、仕組みを正しく理解している人はまだ少ないんじゃないかなと思います。そうですね。言葉だけは聞いたことがあるという方が多いかもしれません。なので、まずそのハガキについてなんですが、カフェで美味しいコーヒーを飲みながらパスワードなし、あるいは壁に貼ってある共通パスワードの無料 Wi-Fi につなぐ。リスナーのあなたもよくやると思うんです。よく見かける光景ですよね。でも、これがなぜ危険なのか。自分とお店のルーターの間で直接データがやり取りされている気がするんですが。実はそこが大きな誤解なんですよ。Wi-Fi というのは目に見えるケーブルじゃなくて電波ですよね。はい、電波ですね。つまり FM ラジオの放送局と同じように、あなたのスマホから四方八方に向かってデータを空中にばらまいている状態なんです。一直線にルーターに向かっているわけじゃないんですか？全然違います。水面に石を投げた時の波紋のように空間全体に広がっているんですよ。ということは、同じ空間にいる別の人がその波紋に触れられちゃうと？その通りです。例えば同じカフェの中に悪意のある人物がいて、パケットスニファーと呼ばれるようなデータ保持ソフトを持っていたらどうなるか。どうなるんですか？彼らはあなたのスマホを直接ハッキングする必要すらないんです。ただ、空中に飛んでいるあなたのハガキを手元のパソコンでキャッチして拾い読みするだけでいいんです。うわぁ、つまり背後から画面を直接覗き込まれるどころの話じゃなくて、私のスマホが自ら今からこのパスワードを送りますってメガホンで叫んでいるようなものですか？まさにそういうことです。それは無防備すぎますね。そこで登場するのが VPN というわけですね。具体的に何をしてくれるんでしょうか？非常にシンプルに言うと、その無防備なハガキに2つの強力な加工を施すんです。それが暗号化とトンネリングという技術です。暗号化とトンネリング。なんだか IT メディアとかの辞典に載っていそうな難しそうな響きですが。言葉の響きほど概念自体は難しくありませんよ。まず暗号化ですが、これは先ほどのハガキを絶対に測られない鉄の箱に入れるようなものです。鉄の箱ですか？はい。ただ、鍵をかけるだけじゃありません。データそのものを複雑な数学的計算によって意味不明なノイズの文字列にバラバラに変換してしまうんです。ほう、ノイズに。仮に先ほどのカフェにいるハッカーが空中の電波をキャッチできたとしても、
画面に表示されるのはパーセントとか XYZ とか無作為な文字の羅列だけになります。なるほど。これ、スーパーコンピューターを使っても数億年かけないと元の意味には戻せないレベルの暗号なんですよ。つまり、はがきの文字そのものを一瞬で誰にも読めない古代文字に変えちゃうようなものですね。それなら電波を放受されても中身はバレないですね。そういうことです。では、もう一つのトンネリングというのは何ですか？暗号化で中身は守れましたよね。でも、インターネットの通信では、誰から誰に送っているかという宛先の情報も非常に重要なんです。はい、どこに届けるかわからないと困りますからね。ええ。トンネリング、正確にはカプセル化と呼ばれる技術なんですが、これは暗号化した鉄の箱をさらに一回り大きな別の箱に入れて、その外側に偽の宛先を貼り付ける作業なんです。偽の宛先ですか？本来送りたいウェブサイトとかアプリのサーバーの住所じゃないんですか？違うんですよ。外側に新しく貼られるのは VPN サーバーという中継地点の住所になります。へえ、中継地点の。つまり、周りから見ると、あなたが VPN サーバーという特定の場所に向けて何かよくわからない暗号データの塊を送っているということしかわかりません。なるほど。最終目的は隠されているんですね。ええ。VPN サーバーという地下専用通路の入り口まで誰の目にも触れないカプセルに包んで運ぶ。これがトンネルニングの正体です。いや、面白いですね。荷物の上に別の宛先を貼ってカモフラージュしているなんて、なんだかスパイ映画の受け渡しみたいです。まさにそんなイメージですね。つまりカフェという広場でこれを使うとどうなるんでしょ広場の真ん中にいながら、あなたと VPN サーバーとの間に見えない防音で防弾仕様の専用テントが張られるようなものです。う？防音防弾のテント。ええ、周りに何百人いようと、あなたのテントの中でどんなデータがやり取りされているか、最終的にどこにアクセスしようとしているか、誰にも覗き見ることはできません。それは安心感が全く違いますね。そしてこの専用の安全なトンネルを掘るという特性、実は在宅勤務とかリモートワークでもめちゃくちゃ重要な役割を果たしていますよね。おっしゃる通りです。バッファローのルーター解説とか NTT 東日本のコラムなんかを読むと、企業がこぞって VPN を導入している理由がよくわかります。はい。本来、企業の社内ネットワークというものは、外部のインターネットからは完全に隔離された、いわば白焼きの中にあるんですよ。まあ顧客データとかの機密情報を守るためですから当然ですよね。ええ。会社のパソコンからしか社内の共有ファイルにはアクセスできないようにしているわけです。はいはい、よくありますよね。でも、リモートワークで社員が自宅から仕事をする場合、どうしても白駅の外からアクセスしなければなりません。そこで VPN の出番です。なるほど。ここでトンネルの出番ですか。そうなんです。社員の自宅のパソコンから会社の城壁の中にある VPN サーバーに向けて先ほどの暗号化された地下トンネルを直接掘るんですよ。そうか。途中のインターネットという公共の道路を通るんだけれど、データは強固なカプセルに包まれたトンネルの中を通っているから、誰も中身を盗めないわけだ。はい。そしてトンネルを抜けるとそこはもう城壁の内側です。システム上は物理的に離れた自宅のリビングにいながらオフィスの自分のデスクに座って LAN ケーブルを挿しているのと全く同じ状態を作り出せるんです。満員電車に乗らなくても自宅のソファーがオフィスのデスクに早変わりするわけですね。セキュリティを守りながら場所の制約をなくすって本当に頼もしい技術です。本当にその通りですね。なんですけど、ここからが今日一番面白いところだと思うんですよ。ほう、なんでしょう。この VPN という地下トンネル、単にデータを守る盾としてだけじゃなくて、ある種魔法のような副作用があるんですよね。ああ、副作用ですか。確かに一部のユーザーにとってはそちらの機能の方がメインの目的になっているかもしれませんね。はい。位置情報の偽装、あるいは国境を越えるという側面の機能のことですよね。そうですそうです。YouTube のミキちゃんの解説ベースだったと思うんですが、ネット上の視覚的な解説アニメーションを見ていて、本当に目から鱗が落ちました。あれは分かりやすいですね。例えば、リスナーのあなたが念願のフランスのパリ旅行に行ったとしますよね。シャンゼリゼ通りのカフェでクロワッサンを食べながら、いつも日本で見ている動画配信サービスを開いて、お気に入りのアニメの続きを見ようとする。優雅な休日ですね。ええ。でもそこで、お住まいの地域では視聴できませんっていう冷たいメッセージが出て、ブロックされてしまうんです。よくある光景ですね。動画配信サービスは著作権とか放映権の契約上、アクセスしてきた人が世界のどこにいるかを厳密にチェックして配信するコンテンツを制限していますから。そこで彼らがチェックしているのが IP アドレスと呼ばれるインターネット上の住所なんですよね。はい、そうです。IP アドレスは
あなたが今インターネットに接続しているプロバイダーとか Wi-Fi の場所によって自動的に割り振られます。ふむふむ。なので、パリのカフェの Wi-Fi を使っていれば、当然あなたの IP アドレスはフランスのパリになり、動画サービス側は、この人は今フランスにいるから日本のコンテンツは見せられないなと判断します。でも、ここでスマホの VPN アプリを開いて、日本のサーバーを選択して接続する。するとどうなるか。ええ。パリのカフェにいながら、インターネット上では私は今東京の自宅のリビングにいますよって堂々と顔ができるんですよね。その通りです。先ほどのトンネリングの仕組みを思い出してください。あなたがパリから日本の VPN サーバーに向けてトンネルを掘ります。はい。そして、あなたの代わりにその日本の VPN サーバーが動画配信サービスにアクセスしてデータを取ってきて、またトンネル経由でパリのあなたに届けてくれるんです。ということは、動画サービス側から見ると、アクセスしてきている相手はトンネルの出口である日本の VPN サーバーの IP アドレスになるってことですよね。ええ。動画サービス側にはトンネルの入り口がパリにあることは一切見えません。日本国内からのアクセスだなと認識するため、ブロックされずに動画を見ることができるわけです。いやー、本来はデータを暗号化して安全に運ぶためのカプセル化が、結果として送信元の本当の住所を隠して、トンネルの出口を自分の住所として見せるという機能を生み出しているんですね。技術的に非常に美しい応用例だと思いますよ。まるでどこでもドアじゃないですか。出張が多い人とか旅行好きにはたまらない機能ですよね。間違いないですね。でも、ちょっと待ってください。私少し意地悪な質問をしていいですか？もちろんです。何でしょうか？これだけ夢のようなメリットばかりだと、逆に何か裏があるんじゃないかと思ってしまうんです。と言いますと？そのデータを暗号のノイズに変換して別の箱に詰めて偽の宛先を貼ってわざわざ別の国にあるトンネルの出口を経由して通信するわけじゃないですか。ええ、そうです。これって普通に通信するより明らかに手間と距離が増えていますよね。つまりスマホの動きがもっさりするとか通信速度がガクンと落ちるってことじゃないですか。なるほど。非常に鋭い、そして実用的な視点ですね。おっしゃる通り、完璧な魔法はありません。やっぱりセキュリティや匿名性と引き換えにある程度の代償は伴います。とあるコンサルタントの方も解説していましたが、データという荷物を強固な箱に詰める暗号化の計算処理にはどうしても時間がかかります。そうですよね。複雑な計算をするわけですから。さらに、物理的な距離の問題もあります。例えばあなたが日本にいてアメリカのウェブサイトを見るとき、普通なら日本からアメリカへ直線で通信するよね。はい。でももし VPN の設定でイギリスのサーバーをトンネルの出口に選んでしまったらどうなるか。日本から一回イギリスに行って、そこからアメリカに向かうってことですか？それは遠回りすぎます。その通りです。データの通り道が遠回りになればなるほど遅延が大きくなります。動画の読み込みが遅くなったり、オンラインゲームでタイムラグが発生するリスクは常にあります。なるほどな。ただ、現代の優れた VPN プロバイダーは世界中に超高速のサーバーを何千台も配置して、この速度低下を人間がほとんど体感できないレベルまで抑え込む技術を持っています。へえ、じゃあサーバーの品質次第なんですね。それでももう一つ、もっと根本的な懸念があるんですよ。はい、何でしょう。そのトンネルの管理人、つまり VPN を提供している業者自体が悪い人だったら最悪じゃないですか。ああ、なるほど。私の通信データは暗号化されているとはいえ、トンネルの出口である VPN サーバーに到着した時点で一回カプセルが解かれますよね。その通りです。最終的な目的地であるウェブサイトにデータを届けるためには、VPN サーバー上で一度暗号を解く必要がありますからね。ということは、VPN 業者は私がどのサイトを見ているかとか、どんなデータを送っているかを全て見ようと思えば見られる立場にあるわけですよね。ええ。これってデータを守る警備会社自体が泥棒だったら最も子もない話だと思うんですけど。まさにそこが VPN を利用する上で最も警戒すべき、そして最も重要なポイントなんですよ。はい。サイバーセキュリティのアナリストたちも常に警告していますが、完全無料を奪う出所不明の VPN アプリには絶対に飛びついてはいけません。やっぱり無料の裏には罠があるんですね。冷静に考えてみてください。世界中に高速なサーバーを何千台も維持して、高度な暗号化技術をアップデートし続けるには莫大なコストがかかります。それを無料で提供できるのはなぜだと思いますか？何か別のところで儲けているってことですか？ええ。多くの場合、利用者の閲覧履歴や通信データそのものを収集して、広告業者に販売したり、最悪の場合は悪意のある第三者に売り飛ばしたりして利益を得ているんです。それじゃあ、せっかくカフェのハッカーから身を守るために VPN を入れたのに、
自分からデータを差し出しているようなものじゃないですか。全くその通りです。だからこそ、VPN サービスを選ぶ際は、ノーログポリシーを掲げている有料のプロバイダーを選ぶことが絶対条件になります。ノーログポリシー。つまり、記録を残さないということですか？はい。利用者の通信内容やアクセス履歴を自社のサーバーに一切記録しない、保存しないという約束です。なるほど。信頼できる大手のプロバイダー、例えばエクスプレス VPN などは、外部の独立した監査機関から定期的に調査を受けて、本当にデータを記録していないことを客観的に証明しています。そういう証明があるんですね。ええ。VPN の月額料金は単なるツールの利用料ではなくて、この絶対的な信頼を買うための費用だと考えるべきですね。自分の身を守る盾だからこそ、その盾を作った鍛冶屋が本当に信頼できるかどうかが一番大切なんですね。すごく腑に落ちました。よかったです。さあ、仕組み、メリット、そして速度低下のリスクや業者の選び方まで全てを理解したリスナーのあなたが今こう思っているはずです。じゃあ今日の夜、カフェで安全に仕事をするために具体的にどう始めればいいのと。はい、そこが一番肝心ですね。これだけの軍事レベルの暗号化とかトンネリングとかを聞かされると、なんか設定がめちゃくちゃ難しいんじゃないかって構えちゃうんですが、コマンドプロンプトみたいな黒い画面を開いてコードを打ち込んだりするんでしょうか？安心してください。そこが現代のテクノロジーの最も素晴らしいところです。複雑な IT の専門知識なんて一切不要なんですよ。そうなんですか？ええ。すべては私たちが普段使っているスマホアプリの直感的なデザインの中に隠されています。じゃあコードは打たないんですか？打ちません。信頼できるプロバイダーを選んでアカウントを作ったら、あとはスマホやパソコンにその公式アプリをダウンロードするだけです。はい。アプリを開くと、画面の真ん中に大きな接続ボタンが一つだけ表示されます。それをタップするだけです。ボタンが一つ、たったワンタップですか？はい。そのワンタップの裏側で、アプリが複雑な暗号キーの生成、最適なサーバーの選定、そして強固な地下トンネルの構築をわずか数秒のうちに自動的に行ってくれます。ほんの数秒で。ええ。画面が接続済みに変われば、あなたはもう完全に守られたプライベート空間の中にいます。それはすごいですね。複雑回帰な数学とかネットワークの世界を指先一つのタップにまで落とし込んでいる。これなら未経験のリスナーの方でも今日からすぐに使いこなせますね。ええ。裏側で何が起きているかという仕組みを理解した上で、このシンプルなボタン一つで実生活に圧倒的な安全をもたらす、サイバーセキュリティの民主化と言ってもいいでしょう。これこそがテクノロジーが私たちに与えてくれる真の恩恵ですね。本当にその通りですね。さて、そろそろ時間となってしまいました。あっという間でしたね。今日私たちはトンネリングと暗号化という一見難しそうな技術が実はカフェでの通信を守る見えない防音テントであり、海外からでも日本のリビングにつながる魔法の扉であることを解き明かしました。はい。そして同時に、その魔法の扉を提供する管理者を慎重に選ぶことの重要性も確認できましたね。今日リスナーのあなたは自分の大切なデータを守る強力な鍵と専用通路の作り方を手に入れました。これで透明なプラスチックの箱で大事な荷物を送るような危険な真似はもうしなくて済みます。ええ。ぜひ今日から活用していただきたいですね。でも最後に少しだけ視点を広げて考えてみてください。何でしょう。もし今後世界中のすべての人がこの見えないトンネルを当たり前のように使いこなして自分の IP アドレス、つまりネット上の住所を自由自在に書き換えて生活し始めたらどうなるでしょう。なるほど。私たちは物理的にはどこかの国に属していますが、インターネット上からは国境や物理的な距離という概念が完全に消え去ってしまうのではないでしょうか。デジタルな遊牧民の究極の形ですね。テクノロジーが私たちの所属や境界線をどう再定義していくのか、非常に興味深い思考実験だと思います。次にカフェでコーヒーを飲みながらあの大きな接続ボタンをタップするとき、あなたのデータが瞬時に海を越え、目に見えないトンネルを駆け抜けていくその壮大なスケールに、ぜひ少しだけ思いを馳せてみてください。素晴らしい体験になるはずです。それでは、今回の徹底探求はこのあたりで、また次回、新しい知識の深淵でお会いしましょう。